今回やってきたこちらがですね、多分記憶的ルームでもかなりいろんな方に視聴をしていただいた方の新居ですね。美容師の覚えてる方多いんじゃないかなと。じゃあ行きましょよろしくお願いします。今回のゲスト畠山さんです。畠山です。はい。東京北参道のグッドシングというお店でスタイリストをしてます畠山です。よろしくお願いしまお願いす。します。多分僕らの動画で5本指に入るぐらいいろんな方に見ていただいてて、はい、もう多分知ってる方ももしかしたら嬉しいです。はい、多いかなと思ってるんですけど、はい、今回新居はい、ということで、ワンルームプラスロフトになるので、54くらいです、ね。広いですね。はい。アイテムも結構変わりましたよね。そうですね。前の家とは少し変えたいみたいなイメージが今回あったので、うっとしてたそうですよね、感じだったので、はい、そこはちょっと変えたいなっていうのが一つあったのと、友達今も結構遊びに来るので来やすい家にしたいなみたいなのは変わらずありました。はい、ソファーからちょっと聞いてもいいですか。はい、ルージーさんとグッドシングで作らせていただいたソファーです。一人暮らしのお家にも多分置きやすいみたいなコンセプトで多分もともと作られてて、生地とかがグッドシングとのコラボでやっていただいた単色のソファーが多かったと思うので、ルックのモデルみたいなのやってませんでした。あ、そうですよね。スタートがお願いしますってことで、こちらからはいさせていただいて、はい。こういうことですよね。いや、そう、オットマンが最高なんです。オットマンあると全然違いますね。はい、これって基本はもうオットマンもついてるんですか。別々で買えます。はい、オットマンセットのやつがありますね。このソファーは僕らの今回3月1日でしたね。はい、1日にグッドシングで出店いただいて、お邪魔します。しかもこのソファーも見れる。はい、そうです。実際に座っていただけるように持って行って、で注文は多分予約QR から読み取ってもらう感じになると思います。でさらにもう一個こっち、はい、リンロゼさんのソファーです。前回の時はまたなんか青っぽいソファーだったんでしたっけ。あ、そうですそうです。青いもうちょっと大きいやつにしてたんですけど、白っぽいソファーっていうのが漠然とあって使われてる方が多いと思うんですけど、やっぱり一度買ってみたいかなみたいな。一旦挟みたいですよね、これは。一回隣に一人来ると、そうですよね。ぴったりぐらいですけど、最高です。でも最高です。はい。これカッシーナのやつなんですけど、ここに置くテーブルがしばらく見つからなくて、展示品のこれが結構お安い値段で売ってたので、はい、正方形みたいなやつもガラスの仕切りのテーブルのタイプ違いのやつです。これ、はい。結構よくチェックするインテリアショップとか最近なんかあります。そういうところブランドでもいいですけど、ニックホワイトちょろっと入ったりとかはありますけど、ここでめっちゃ買うとかは意外にないかもしれないです。感覚的に買い物するのが多いかもです。ラグハウスで買いました。ここのサイズが測った時にジャストだったのが結構、そういうことですね。確かに白の大きいラグでっていうので、テレビスペースというかオーディオなんか存在感すごいですね。オーディオが思ったより大きくて社長の家にあって運んできたんですけど、アンプもまだ入ってないので、今はまだ置物です。はい。果たして家で使えるのかっていうなんかもう下の人とか起きちゃいそうですけどね。確実にクレームが来そうなんで。確実にそうですよね、これ。まあでも予定ではこの辺にアンプ台買って置きたいなみたいな。配線とかも汚いものなんで。テレビもこんな大きなスタンドあるんですね。ありました。これ楽天とかアマゾンとかそっちだった気がします。探してちょうどいいですよね。最近結構見て面白かったドラマとかなんかあったりします？バッドランス、山田涼介とかが出てるやつ、あれめちゃくちゃ面白かったです。最近めっちゃ映画好きってわけじゃないので、フラット気になって、ほどほどに。ここのじゃあダイニングスペースのお話も聞いていきたいんですけど、これまずダイニングテーブルはこれどうなってるんですか？大きくなるんですけど、これちょっとエクステンションみたいな。そうです。そっち側を、これもしかしてこういうことか。そうですそうです。これだったんです。合ってます。こんな感じに。大きい。モーダエンカーサー、プライミーで普通に買ったんですけど、どっちも倒れてこれになるんですよ。使わないとき。こんなちっちゃくなる。そうですそうです。普段畳んで使ってるんですけど、飲み会するので。そうだね。椅子は FDB モブラーのクリニッチで買いました。こっちの方が落ち着いちゃって、ソファーよりここにいます。ずっと角ってなんか落ち着くんですね。ちょっと狭いスペースの方が落ち着くので。来客来た時とかはなんかまた別でスツールとかをあります。はい。IKEA で買いました。いいですこれ。スタッキングできるとやっぱもう重ねて来た時だけちょっと出して。キャンドルスタンドなんですけど、キャンドル立ったことないですね、まだここに。立ったことないです、ここに置いてあるだけ。置いてあるだけだった。ちょっと僕気になってたのがウォールライトか。これはどちらで？イデーのやつのリプロダクトです。これは正規品は電気工事が必要なやつなので、これ
2階からコンセント引っ張ってるんですけど、あ、そういうことなんだ。はい、どうしてもこれが良くて、ただ壁には穴が開きました。あ、開いちゃったんだ。はい退去時頑張って、はいあれですね。あとはサイドボードとかか。はい、前の動画の時にもオーディオラック作ってくれた友あ、はいはいはい達がまた、これもそうです、作ってくれました。もう家具職人ですよね。もうほぼ家具職人。前の時はなんかまだ趣味でやられてるみたいな感じでしたっけ？あ、でもあれですよ、全然今も普通にちょっと前までメガネで働いてて。今も別にこれ本業ではないんですか？全然本業じゃないです。そうなんだ。はい。取っ手とかもこだわってくれたというか、ヤスリで全部削ったらしいんですけど。すごっ。この辺とかはファッション系のアイテムが多いんですか？そうですね。結構僕酔っ払ってアクセサリーなくすで有名なんですけど。あ、そうだった。本当必要最低限です。この辺のじゃあちょっと上のお話もね聞きたいんですけど、これもスピーカーと持ってきた時と一緒に社長の家から泥棒してきたやつなんですけど、これ代官山の蔦屋で2冊とも買ったやつですね。レコード前そうですね、一緒です。そろそろ変えたくて、なあなあでちょっと音楽とかはよく聴くアーティストとかいたりします？最近本当に聴かなくなってしまって、音楽東京出てきてからイヤホンつけて生活あんまりしなくなっちゃいましたね。これでもアクメのやつじゃないかなって思います。わざとこうあれなんですか、これ傾くなんですかね、もともとだと思うんですけど、これは尾崎フラワーパークで買ったんですけど、車で先輩と一緒に買いに行ったんですけど、僕のやつだけ入んなくて、入らなかったんだ。はい、中型で行ったんですけど、さすがに無理だよって言われて、はい、送っていただきました。安かったですか、尾崎は？安いと思います。このサイズで植物だけ自分で引き取れる方はかなり安いと思います。あとは畠山さんのちょっとファッションについても聞きたいんですけど、はい、サイズ感とか素材感とかなんか選ぶポイントとかあります？ちょっと上大きめに着ることが多いのでこんな感じなんですけど、昔は古着が結構多かったので最近は新品物買うのがちょっと増えました。ジョン・ドゥっていうあんまりこういうデザインの服着ないんですけど、デザインが結構引いてるんですけど、ここの洋服は全部そんな感じで多くて柔らかくてあったかいです。意外に冬も着れますね。で次が学芸大学のちょっと歩いたところにあるリンボっていう古着屋さんがあるんですけど、柄物を着ていけるかもってなって着るようになったんですけど、生地感もちょっとテロッとしてて背中も入ってたりとか気の利いたデザインのシャツです。1枚で結構着てました今年。前回の動画でも紹介させてもらったヘキサという古着屋さんがあるんですけど、リバーシブルになっててスウェードなのかレザーなのかみたいな光沢が、デザインはそんなに正直大きくは変わらなくて結構上品な感じですね。本当はこういうのが好きです。本当は完全な趣味的なところで言うとやっぱはい。でも新品物買うようにしてます最近。発信とかもする上でみたいなのもちょっと意識をしてるんですか？あ、やっぱそういうのもあるんだ。やっぱ着てた方が東京の美容師さんっぽいかなって感じです。アンデコレーテッドっていう、これ日本のブランドなんですけど、こういうテカテカとかベストとか意外に持ってないような感じ。可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いですこれ。前の時はもうちょっと古着っぽい感じの確かにイメージが。言い難いイメージが多分結構あるかなとは思うんですけど。最近は着るの結構こういうのも着るよって感じです。多分こういうイメージは多いんじゃないかなと思ってこれはオラリーなんですけど、新品っぽいかって言われたら多分ちょっと古着っぽいんですけど、多分こういうのが好きなんだと思います。シワ加工なんですけど本当のシワみたいになってきちゃって、本当にアイロン通してない人みたいなあんま良くなくなってきちゃったんだ。じゃあって言われます店で。はい。じゃあシワも伸ばした方がいいかもしれない。そうですね。もうこの感じだったら綺麗な方がいいかも。際どいラインですね。結構気に入ってるんですけどね。次これです。カンファウットっていう先輩がやってるブランドで、結構いろんなアイテムカンファウット持ってるんですけど、一番お気に入りなので持ってきました。これめちゃくちゃ可愛いです本当に。結構この腕の部分すごい太いっていうかあれなんですね。ゆとりがゆとりのある感じなんだ。丈がでもそんなに長くないので、丈は短めなんです。はい、いいです。このまま進めてもいいですか？このまま行きましょう。このまま行きましょう。さっきのベストと一緒のアンデコのニットです。着心地がいいのと形がやっぱすごい綺麗なので手に取ることが多いかもですね最近。ただ仕事に着ていくと刺さるんですよね毛が。
ってこと普段は私服と美容室でこう着る時の服分けるんですか？僕は分けないです。存在が商品な感じなので、はい。だから抜いちゃうと、その人がもうそれになっちゃうというか、イメージがもうそうなっちゃうので、これはちょっと前に買ったんですけど、井上ブラザーズっていうマフラーです。これ代官山の王で買ったんですけど、見飽きたんじゃないかってぐらい使ってます。そうなんですね。そんなに分厚くなくて生地が緩いんですけど、お客様でも結構持ってる方が意外に冬とか多くて、話盛り上がります。普段チェックするショップとかブランドとかあったりします？ブランドでとアンデコ、ショップだとスーパー A とか表参道の方で体と一緒に見れるお店が多いかもです。なるほどです。わかりました。あとは今回その3月の1日ですよね。1日です。そのグッドシングとして出店もいただく中で、こっちは今度ちょっと私物で少し出そうっていうところで、これは何ですか？これはポスターです。なんでこんなにあるんですか、ポスター？これは集めました。集めたんだ。フランスのポスターなんですけど、書店みたいなところのやつです。完全に僕の独断と偏見で選びました。部屋に置いてアクセントになるようなみたいなイメージが強かったので、僕の中ではサイズがなんか個体差がちょっとあったりするんで、海外クオリティですね。バッドエバー？エバーじゃないですか。なんていう？バッドエバー？これ結構一押しです。これが一番よくわかんないですよね。若干カオスですね。この辺のポスターが、今回ちょっと出展されるという感じで、多分このまま持っていくと思います。これとグッドシングの別注のソファーとお店のホイールとか持ってこうかなと思います。じゃあ3月1日はぜひそちらのお待ちしております。チェックしてもらえればなと思います。